こんにちは、木津あかりです。本日は HTX で飛行機を飛ばそう第4回 HTX でバインドをお送りします。さて、HTX では様々な送信機が使えますが、今回はその代表格である 4in1 マルチモジュールとエクスプレス LRS でバインドしてみようと思います。つまり、両者は操作が全然違うということです。まずはマルチモジュールからです。バインド関連の設定はモデルメニュー内のセットアップページの下の方にあります。インターナル RF が内蔵送信機、エクスターナル RF が外付け送信機です。最近は ELRS が内蔵されていることが多いので、マルチモジュールは外付けと仮定しましょう。外付けなので、エクスターナル RF のモードを変えます。いろいろありますが、マルチというのがマルチモジュールです。決定してみましょう。すると、下に設定項目がどっさり増えます。今回は、この WL トイス XK-A160 に接続してみたいと思います。さて、このマルチモジュールは、極めて設定が多く、自分で設定を見つけるのは、ほぼ不可能です。なので、マルチモジュールの GitHub で検索しましょう。場所は概要欄に書いておきますね。このページで、対象の機種名で検索してみましょう。今回は A160 ですね。2項目引っかかりましたね。どちらかが正解です。なぜ2箇所あるかというと、実は一度モデルチェンジしていて、仕様が変わっているんです。私の機体は新型の方なので、こちらの R2 と書いてある方が正解です。これによると、メインが V911S、サブが E119 であることがわかります。その通りに設定してみましょう。メインが V911S、サブが E119。あとは、レシーバーという項目の数字を02にしておきます。この数字は何でもいいです。今回は02番のモデルなので、02にしました。この数字は受信機の番号になります。なので、基本的に全モデルで違う数字にします。ただし、例えば、モデル02とモデル03で同じ受信機を使用する場合、ここの数字をどちらも02にしておけば、毎回バインドする必要がなくなります。なので、うまく使用してください。隣にある BND がバインドボタンです。ですが、この機種、バインドボタンを押さなくても勝手にバインドします。まあ、おもちゃではよくある仕様ですね。さて、もう少し下がって、重要な項目がフリクエンシーチューニングです。なお、この項目がない場合は、設定の必要がありません。数字は、上が127、下がマイナス128まであります。まず、設定が正しいのにバインドできない場合、ここの数字を変化させてください。0でバインドできた場合でも調整が必要です。そして、バインドができた場合、その状態で電波が切れるまで数字を変化させます。電波が切れる、または極端に悪くなる、数字の上と下をそれぞれメモします。そして、ここの数字は、その数字のちょうど中間の値にします。例えば、上が60、下がマイナス10で電波が切れる場合、ここの数字は25にします。この調整を怠ると、機体が遠くに行った際に電波が切れます。はい、無事動くようになりましたね。マルチモジュールの難しいところは、つながらない場合に原因が、タイプ設定なのか、バインドの押すタイミングなのか、フリクエンシーチューニングなのか、受信機のバインドボタンなのか、わからないことです。初めての機種は大体苦戦します。さて、次は ELRS を説明しましょう。エクスターナル RF はオフに戻します。さて、ELRS は内蔵されているとします。なので、インターナル RF を設定します。モードで CRSF を選択します。ELRS ですが、選ぶのは CRSF です。ここで設定すべきは、
レシーバーの数字指定だけです。意味は、マルチモジュールで説明した通りです。今回も02としましょう。で、バインドボタンがありません。バインドの方法ですが、一旦ホーム画面に戻ります。ELRS のバインドや詳細設定は、アプリで行います。SYS ボタンでシステムメニューに入ってください。1ページ目に表示されるツールズに、ありませんね。ここにない場合、または、あるけど古すぎる場合は、まず、ELRS のホームページへ行きます。場所は概要欄に書いておきますね。ExpressLRS Lua スクリプトのページから、ELRSv3 Lua スクリプトをダウンロードします。右クリックして保存してください。ダウンロードした ELRSv3 Lua をコントローラーの SD カード内のスクリプツフォルダのツールズフォルダに保存してください。そうしたら、再度コントローラーの電源を入れます。SYS ボタンを押してツールズページを見ます。すると、ExpressLRS という項目が増えます。ここから、シミュレーターで動かす方法が不明なため、実物に移行します。少し下の方へ行くと、モデル、マッチという項目があります。オフだとモデル番号に関わらずバインドします。モデル選択ミスを防ぐため、オンにしましょう。さらに TX パワーですが、これは電波の出力です。お住まいの国に合わせた設定に変えてください。さらに、下にバインドボタンがあります。これを押す前に、受信機もバインドモードにしましょう。ELRS の受信機ですが、この受信機はボタンがありますが、これはバインドとは関係ありません。ELRS のバインドモードへの入り方は、電源を3回抜き差しします。コツは、ランプが光った瞬間に抜くことです。実際にやってみましょう。1回、2回、3回。ランプの光り方が、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん。という感じになったらバインドモードです。送信機のバインドボタンを押してみましょう。ランプが点灯したら、無事バインド成功です。なお、点灯せず、3連続点滅に変わった場合、モデル、マッチをオフにしてから、再度オンにすると、バインドできることが多いです。さて、HTX は、使う受信機によって、バインドの方法も全然違うことが、分かったかと思います。私が、普段主に使用している、アクセスプロトコルも、今紹介した2つとは全然違います。さて、バインドができたら、テレメトリーの設定をすべきですが、それはまた今度説明しましょう。次回は、エルロンだけ設定して放置していた、エレベーター、スラスト、ラダーの設定をお届けする予定です。基本的にエルロンを設定したのと同じ方法なので、ざっとした説明になると思います。それでは、次回も見たい方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。じゃ、またね。